ロンドン島の歴史は、ボーシャン島の歴史であって、ボーシャン島の歴史は、悲惨の歴史である。14世紀の後半に、エドワード3世の建立にかかるこの山荘島の一階室にいる者は、その入るの瞬間において、100代の遺恨を結晶したる無数の記念を、周囲の壁上に認むるであろう。すべての恨み、すべての憤り、すべての憂いと悲しみとは、この縁、この憤り、この憂いと悲しみの極端より生ずる医者と共に、91種の大事となって、今になお見る者の心を寒からしめている。冷ややかなる鉄筆に無情の壁を掘って、我が風雲と助業とを天地の間に刻みつけたる人は、過去という底なし穴に葬られて、虚しき文字のみ、いつまでもシャバの光を見る。彼らは強いて自らを愚弄するにあらずやと怪しまれる。世に反語というがある。白というて黒を意味し、小と唱えて大を思わしむ。すべての反語のうち、自ら知らずして後世に残す反語ほど猛烈なるは、またとあるまい。墓穴といい、記念碑といい、勝敗といい、受賞といい、これらが存在する限りは、虚しき物質に、ありしよう忍ばしむるの具となるに過ぎない。我は去る。我を伝うる者は残ると思うわ。去る我を痛ましむる媒介物の残る意にて、我そのものの残る意にあらざるを忘れたる人の言葉と思う。未来の世まで反語を伝えて、放末の身をあざける人のなすことと思う。世は死ぬ時に自生も作るまい。死んだ後は墓碑も立ててもらうまい。肉は焼き、骨は粉にして、西風の強く吹く日、大空に向かって撒き散らしてもらおうなどと、いらざる取り越し苦労をする。大事の所帯はもとより一様でない。ある者は暇に任せて丁寧な解消を用い、ある者は心急ぎてか、悔し紛れか、ガリガリと壁を書いて殴り書きに掘り付けてある。またある者は、直の紋章を刻み込んで、その中に小がな文字を留め、あるいは縦の形を描いて、その内部に読み難き句を残している。書体の異なるように、言語もまた、決して一様でない。英語はもちろんのこと、イタリア語もラテン語もある。左側に、我が望みはキリストにあり、と刻されたのは、パスリユという坊様の句だ。このパスリユは、1537年に首を切られた。その傍らに、ヨハン・デッカーという署名がある。デッカーとは何者だかわからない。階段を登っていくと、戸の入り口に TC というのがある。これも頭文字だけで、誰やら見当がつかぬ。それから少し離れて、大変綿密なのがある。まず右の端に十字架を描いて心臓を飾り付け、その脇に骸骨と紋章を彫り込んである。少し行くと、盾の中に霜のような句を書き入れたのが目につく。運命は虚しく、我をして心なき風に訴えしむ。時も砕けよ。我が星は悲しかれ。我に連れなかれ。次には、すべての人を尊べ。主情を慈しめ。神を恐れよ。王を敬え。とある。こんなものを書く人の心の内はどのようであったろうと想像してみる。およそ世の中に何が苦しいと言って、所在のないほどの苦しみはない。意識の内容に変化のないほどの苦しみはない。使える体は目に見えぬ縄で縛られて、動きの取れぬほどの苦しみはない。生きるというは活動しているということであるに、
生きながらこの活動を抑えられるのは、生という意味を奪われたると同じことで、その奪われたを自覚するだけが、死よりも一層の苦痛である。この壁の周囲をかくまでに吐末した人々は皆、この死よりも辛い苦痛をなめたのである。忍ばるる限り、耐えられる限りは、この苦痛と戦った末、いても立ってもたまらなくなったとき、初めて釘の折れや鋭き爪を利用して、無事のうちに仕事を求め、太平のうちに不平を漏らし、平地の上に波乱を描いたものであろう。彼らが題せる一時一角は、号泣、低類、その他すべて自然の許す限りの排門的手段を尽くしたる後、なお悪ことを知らざる本能の要求に余儀なくせられたる結果であろう。また、想像してみる。生まれてきた以上は、生きねばならぬ。あえて死を恐るるとは言わず、ただ、生きねばならぬ。生きねばならぬというは、耶祖、孔子以前の道で、また、耶祖、孔子以後の道である。何の理屈もいらぬ。ただ生きたいから生きねばならぬのである。すべての人は、生きねばならぬ。この獄につながれたる人もまた、この大道に従って生きねばならなかった。同時に彼らは、死ぬべき運命を眼前に控えておった。いかにせば生き延びられるだろうかとは、時々刻々、彼らの郷里に起こる疑問であった。ひとたびこの部屋にいる者は、必ず死ぬ。生きて天日を再び見た者は、1000人に1人しかない。彼らは遅かれ早かれ、死なねばならぬ。されど、古今にわたる大真理は、彼らに教えて生きよという。あくまでも生きよという。彼らはやむを得ず、彼らの爪を研いだ。尖れる爪の先を持って、硬き壁の上に、一と書いた。一をかける後も、真理は古のごとく、生きよと囁く。あくまでも生きよと囁く。彼らは剥がれたる爪のいゆるを待って、再び、二と書いた。斧の刃に肉飛び、骨砕ける明日を予期した彼らは、冷ややかなる壁の上に、ただ、一となり、二となり、千となり、字となって生きんと願った。壁の上に残る横立ての傷は、生を欲する執着の魂魄である。世が創造の意図をここまで手繰ってきたとき、室内の冷気が一度に背の毛穴から身の内に吹き込むような感じがして、覚えずぞっとした。そう思ってみると、なんだか壁が湿っぽい。指先で撫でてみると、ぬらりとつゆに滑る。指先を見ると、真っ赤だ。壁の隅から、ぽたりぽたりと、つゆの玉が垂れる。床の上を見ると、その滴りの跡が、鮮やかな紅の門を不規則に連ねる。16世紀の血が滲み出したと思う。壁の奥の方から、うなり声さえ聞こえる。うなり声が、だんだんと近くなると、それが夜をもるるすごい歌と変化する。ここは、地面の下に通ずる穴蔵で、そのうちには、人が2人いる。鬼の国から吹き上げる風が、石の壁の割れ目を通って、ささやかなカンテラを煽るから。たださえ暗い部屋の天井も四隅も、すす色の油煙で渦巻いて動いているように見える。かすかに聞こえた歌の音は、甲冑にいる一人の声に相違ない。歌の主は腕を高くまくって、大きな斧をろくろの砥石にかけて、
一生懸命に研いでいる。そのそばには一丁の斧が投げ出してあるが、風の具合でその白い刃がピカリピカリと光ることがある。他の一人は腕組みをしたまま、立って戸の回るのを見ている。髭の中から顔が出ていて、その半面をカンテラが照らす。照らされた部分が泥だらけの人参のような色に見える。こう毎日のように船から送ってきては、首切り役も繁盛だのう。と、髭が言う。そうさ、斧を研ぐだけでも骨が折れるわ。と、歌の主が答える。これは背の低い目のくぼんだすす色の男である。昨日は美しいのをやったなぁ。と、髭が惜しそうに言う。いや、顔は美しいが首の骨はバカに硬い女だった。おかげでこの通り、歯が一部ばかり欠けた。と、やけにろくろを転ばす、シュッシュッシュッとなる間から、火花がピチピチと出る。研ぎ手は声を張り上げて歌い出す。切れぬはずだよ女の首は、恋の恨みで歯が折れる。シュッシュッシュッとなる音の他には、聞こえるものもない。カンテラの光が風に煽られて、研ぎ手の右の頬を射る。すすの上に血を流したようだ。明日は誰の番かなと、ややありて髭が質問する。明日は例のばあさまの番さ。と、平気に答える。生える白髪を浮気が染める。骨を切られりゃ血が染める。と、高上司に歌う。シュッシュッシュッとろくろが回る。ピチピチと火花が出る。あははは、もうよかろう。と、斧を振りかざしてほかげに歯を見る。ばあさま義理か。他に誰もいないか。と、髭がまた問いをかける。それから例のがやられる。気の毒な。もうやるか。かわいそうにのう。と言えば、気の毒じゃが仕方がないわ。と、真っ黒な天井を見てうそぶく。たちまち、穴も首切りもカンテラも一度に消えて、世は、ボーシャン島の真ん中に呆然と佇んでいる。ふと気がついてみると、そばにさっきカラスにパンをやりたいと言った男の子が立っている。例の怪しい女も元のごとくついている。男の子が壁を見て、あそこに犬が描いてある。と、驚いたように言う。女は例のごとく、過去の権下と言うべきほどのキッとした口調で、犬ではありません。左が熊、右が獅子で、これはダッドレイ家の紋章です。と答える。実のところ、世も犬か豚だと思っていたのであるから、今この女の説明を聞いて、ますます不思議な女だと思う。そういえば、今ダッドレイと言ったとき、その言葉のうちになんとなく力がこもって、あたかも己の仮名でも名乗ったごとくに感じられる。世は息を凝らして二人を注視する。女はなお説明を続ける。この紋章を刻んだ人は、ジョン・ダッドレイです。あたかも、ジョンは自分の兄弟のごとき語調である。ジョンには4人の兄弟があって、その兄弟が、熊と獅子の周りに刻みつけられてある草花でちゃんとわかります。見るとなるほど、夜通りの花だか葉だかが、油絵の枠のように、熊と獅子を取り巻いて彫ってある。ここにあるのはアコーンズで、これはアンブローズのことです。
こちらにあるのがローズで、ロバートを代表するのです。下の方にニンドウが書いてありましょう。ニンドウはハニーサックルだからヘンリーに当たるのです。左の上に固まっているのがゼラニウムで、これは G。と言ったぎり黙っている。見るとサンゴのような唇が電気でもかけたかと思われるまでにブルブルと震えている。マムシがネズミに向かった時の舌の先のごとくだ。しばらくすると女は、この紋章の下に書きつけてある大字をほがらかに述した。Yao that's the beast, do well behold and see. Made in with ease, well for here, made they be. With borders wherein, for brothers' names, who list to search the ground. 女はこの句を、生まれてから今日まで、毎日日課として暗唱したように、一種の口調を持って受し終わった。実を言うと、壁にある字は甚だ見にくい。世のごときものは首をひねっても一字も読めそうにない。世はますます、この女を怪しく思う。気味が悪くなったから、通り過ぎて先へ抜ける。銃眼のある角を出ると、めちゃくちゃに書き綴られた模様だか文字だかわからない中に、正しき書くで、小さく、ジェーンと書いてある。世は覚えずその前に立ち止まった。英国の歴史を読んだもので、ジェーン・グレーの名を知らぬ者はあるまい。またその薄命と無残の最後に、同情の涙を注がぬ者はあるまい。ジェーンは義父と夫の野心のために18年の春秋を、罪なくして惜しげもなく刑場に売った。踏みにじられたるバラのしべより、消えがたきかの遠く立ちて、今に至るまで死を紐解く者をゆかしがらせる。ギリシャ語を介しプレートを読んで、一代の赤学、アスカムをして舌をまかしめたる逸次は、この死守ある人物を創建するの好材料として、何人の脳裏にも保存せられるであろう。世はジェーンの名の前に立ち止まったぎり動かない。動かないというより、むしろ動けない。空想の幕は、すでに開いている。